さて今回はスタミナソーサラーの、紹介をしていきたいと思います。このスタミナソーサラーなんですが、そもそものこのビルドを作った目的っていうのはメイルストームアリーナやソロプレイをするために作ったキャラクターになっています。なので非常に高いサバイバビリティを持ったキャラクターというような、コンセプトで、ビルドを組んでいます。なので DPS を、本当に DPS をマキシマイズするという意味では、他のビルドの方が向いているんですが、本当に生き残るために特化したビルドというような形になってますね。ではどのようなキャラクターかっていうのを見ていきましょう。まずは非常に簡単だと思います。そんなにレアな、装備を使っているわけでもないですし、非常に安易に整えられるのかなっていうような感じですね、装備的にも。全部レジェンダリにしてるわけでもないですし、武器も普通にクラフタブルで、体のパーツもクラフタブルです。モンスターヘルム、モンスターセットを2つ、使っていて、あと、ちょっと今高いのはアジリティですね。アジリティ系のネックレスが今高いですが、比較的手に入れやすい装備で、スキルもですね、そんなに要求されません。特に、アライアンスワーですね。アライアンスワーのスキルを一切使うことなく、メールストームアリーナを攻略できるというような、非常に初心者でも作りやすいようなビルドになっているのかなと思います。はい。ではまず装備から入っていきますが、そうですね、まずは、バーキンスコリアですね。バーキンスコリア非常に今有名な、モンスター装備だと思いますが、ドットですね。ドットを敵に与えると 6% の確率で、メテオを降らせて、その対象と周りの敵にダメージを与えるというようなモンスター装備になっています。これはシティオブアッシュで手に入れれるようなヘルムですね。あとはプレッジ、今ベテランプレッジをやると、ゴールドですね。ゴールドプレッジをクリアすると確実に、ショルダーがもらえると思いますが、そのうちのバーキンスコリアンのショルダーと組み合わせて、そのドットの効果を上げていくような形にしています。はい。で、体のパーツ、5パーツですね。5パーツはトワイスボーンスターを使っています。トワイスボーンスターっていうのは、リサーチ9トレイトのリサーチなので、ちょっと作るには時間が必要ですが、始めたばっかりの人っていうのは、もうすでに9トレイト、リサーチを完了している人に頼んでですね、作ってもらってみてくださいと。トワイスモンスターの大きな特徴っていうのは、マンダスストーンを2つ同時につけることができるというようなものになっています。なのでこのキャラクターもシャドウとスティーフですね、クリティカルストライクダメージとクリティカルストライクチャンスを上げるような、マンダスを2つつけているような形になっています。なので非常に高いウェポンクリティカル率とクリティカルダメージっていうのが叩き出せるというような形になっていますね。はい。で、注意してほしいのは、できる限りディバインに揃えるということですね。ディバインっていうのはマンダストーンのエフェクトを上げるものなので、2つマンダストーンをつけれて、さらにマンダストーンのエフェクトを上げるディバインっていうのを組み合わせることによって、効果がより引き出されるということで、できるだけディバインにする。ちょっとこれ、ディバインできなくてウェルフィットになってますが、できる限りディバインにした方がいいということですね。そしてこのキャラクターはスタミナ型なので、可能な限りスタミナを上げていくようなトレートじゃないわ、エンチャントをつけていく。これ今マキシマムスタミナって出てますが、これもエンチャントかなり妥協していて、実はチャンピオンポイント150の、エピックかなんかのスタミナをつけてます。なのでもっと本来ならスタミナ上がるはずです。160のレジェンダリーをつければもっとスタミナ上がるはずなので、そういう風にしていただいてもいいですし、レジェンダリーにアップグレードする余裕があれば、レジェンダリーにアップグレードすれば、アーマーチであったり、ヘルス、スタミナ、マジカのようなリソースっていうのも上昇しますので、そういったことをすればより強化は望めますっていったところですね。で、気をつけてほしいのは、メールストマリーナのような非常にダメージを受けて、その分回復しなければいけないような場合はですね、今、2個ヘビーアーマーにしてますね。できる限りレジスタンスを上げるという意味でヘビーアーマーを2つ、そして、ミディアムを5つにしています。ミディアムを5つにしている理由はですね、もちろんご存知の方も多いと思いますが、ミディアムアーマーの5パーツですね。5パーツ以上装備しているときに得られるっていうのが、ウェポンダメージが上昇するっていったものなので、これが非常に強力で、これを手に入れるために最低5個は、装備しておく必要があるといったような形になります。なのでトワイスモンスターとバーキンスコリア、そしてネックレスはアジリティですね。ロバスト、スタミナが上がるような、アジリティのネックレスをつけて、ここも妥協してますね。
本来ならスタミナが上がるロバストのアジリティの方がいいと思いますが、ここちょっと都合で手に入ってなくてヘルシーですね。ヘルスが上がるようなものがついています。あとエンチャントはウェポンダメージを上げるようなエンチャントをつけるっていう形ですね。はい。で、武器はハンディングズレイジっていうのをつけています。ハンディングズレイジは、2セットでウェポンクリティカルが上昇するので、これをデュアルで装備することによってウェポンクリティカルが上がる。ボウもハンディングズレイジにしてますけど、ボウは基本的にこっちで持った時に、セットの効果って失われるので、別に何でも正直いいです。はい。で、エンチャントは、片方は、ウェポンダメージ系のエンチャントですね。ウェポンダメージが上がるチャンスがあるよっていったもの。そしてプリサイズに今はしてます。プリサイズのダガーですね。ダガーにしている理由としてはクリティカル率が上昇するからですね。クリティカル率を上昇させてさらにプリサイズでクリティカル率を上げるっていうような形にしています。ここ正直、なんだっけ、あれ。ペネトレーション上げるやつ。名前忘れちゃった。ペネトレーションを上げる、貫通力ですね。的なアーマー値を無視するっていう、トレードもあると思うんですけど、そっちでもいいかもしれないです。ただ今回は、サバイバビリティを上げるっていう意味で、クリティカル率って実はソーサラーにとって非常に重要なものになってくるので、可能な限りクリティカル率を上げるような形に今はしてます。で、ボウの方もですね、ウェポンダメージのエンチャントがついていて、片方のダガーはポイズンダメージにしています。ポイズンかディジーズかでいいんじゃないかなと思ってます。はい。装備はこんな感じですね。武器はレジェンダリーにすると武器の威力ってかなり上がるので、武器だけはレジェンダリーにするっていうのが、優先順位的には武器をレジェンダリーにする。それから、アーマー値が高いヘビーとかをレジェンダリーにするっていうのが、優先順位かなと思います。はい。一旦こんな感じですね。では、スキルですね。スキルは、もちろんデュアルとボウを使っているので、デュアルとボウのスキルがメインになってくるんですが、1個目は、デュアルの1個目のスキルですね。トゥインスラッシュズを毛布させたブラッドクレイズというスキルを使用しています。一般的にこのトゥインスラッシュズは、レンディングスラッシュズの方に毛布させることが多いです。というのも、レンディングスラッシュズは、初期ダメージですね、イニシャルダメージを増加させて、さらに敵の動き、ムーブメントスピードも、減少させるので、一般的に DPS をマキシマイズするためにはレンディングスラッシュズの方を、毛布を取るんですが、今回は、メールストームアリーナやソロプレイのように、サバイバビリティに特化したビルドということで、ブラッドクレイズの方を採用しています。さらにブラッドサーストですね。ラピッドストライクじゃなくてブラッドサーストを取ってます。こっちもダメージよりもヘルスを回復するっていう方を優先的に取ってるっていうような形になってます。これが1個2個ですね。で、さらに飛ばして、今、スチールトルネードですね。スチールトルネードは本当に非常に強力な AOE ですね。スタミナ型にとって、本当に、これを勝るものはないんじゃないかっていうぐらい優秀な AOE なので、スチールトルネードは必須だと思ってますと。で、この3つ目のスキルが、これがソーサラーのスキルになるんですが、ソーサラーのダークマジックの中のダークディールですね。マジカを使用することによってヘルスとスタミナを回復するっていうような形になっています。トワイスボーンスターっていう装備を使っていて、マジカも上昇しているんですけど、基本的にこの、ビルドではですね、マジカの使用、マジカの使い方ですね。マジカの使い道っていうのは、基本的にこのダークディールっていうやつと、クリティカルサージっていうバフのみになっているので、余ったマジカはどんどんスタミナとヘルスに、換算していく、交換していくような形で、生きていくのが、安全っていう感じですね。それからバウンドアーマメント。これも非常に強力なので、これはどっちとものスロットに入れて切り替えた時に消えないようにしてますね。こんな感じですね。ターンオンすると、スタミナが上昇します。スタミナが上昇して、さらに、マイナーフィジカルレジ。マイナー、フィジレジだけか、これ。マイナーフィジカルレジスタンスですね。あとヘビーアタックが上昇するので非常に強力です。あとは、次のバーいきますか。次のバーはボウのバーなんですけど、ボウのバーは基本的にはバフですね。ドットとバフみたいな形です。基本はだからドットを入れるときはボウで、あと普通に攻撃するときっていうのはデュアルを使うっていうようなイメージですね。で、ボウは非常に強力なポイズンインジェクション。これは単体のドットなんですけど、これ非常に強力なので、これは確実に必須。で、ここからエンドレスヘイルですね。エンドレスヘイルは、
こういった丸い形のドットですね。範囲ドット。これも本当に非常に優秀ですね。非常に威力が高いので、これも使っていきます。で、この辺のスキルっていうのもいろいろ使ってみたんですけど、結局やっぱりエンドレスヘイルが一番使い勝手がいいかなと思ってます。某48しかないんですけど、これでも普通にメールストーンアリーナ越せるよっていう感じですね。で、クリティカルサージ。クリティカルサージ、これが非常に重要になってきます。クリティカルサージ、今回のアップデートで実はかなり変わってきていて、今までは、前回までのパッチでは、クリティカルを与えたダメージの 60% とかでしたっけ ?6 割とかを回復するみたいな効果だったんですけど、こいつは今回のパッチから何かしらクリティカルが出ると、3000 HP が回復するよっていうようなことになりました。しかも1秒おきにしか効果が発動しないということで、ちょっとナーフされたのかなと思いきや、クリティカルがどんな形でも出れば3000絶対回復するんで、ドットが非常に効くんですよね。敵にドットを入れといて、そのドットがクリティカルすれば絶対3000回復するんで、いかにいろんな敵にドットを入れまくるかっていうことでサバイバビリティを保つことができるので非常に強力です。なので3つ目はクリティカルサージで、4つ目は、ハリケーンですね。スタミナ型の方の毛布の、スキルになってますが、スタミナを消費して、自分の周りに、範囲ドットを撒き散らしながら、さらにメジャーリゾルブ、メジャーワード、マイナーエクスペディションで、フィジレージ、スペレージが上がる、そしてムーブメントスピードも上がるので、これはほぼ必須の技になってきます。で、こういう形になってます。で、ウルティメットこれ意外かなと思うかもしれないですけど、アブソープションフィールドっていうのを使ってます。アブソープションフィールドっていうのは、本当に敵を、スタンさせる形ですね。で、12秒間スタンさせて、さらに、自分がそのゾーンの中にいる間、どんどんヒールが、ホットですね、いわゆる。どんどん HP が回復していくっていうような形になってます。で、両方とものバーにこれを入れてるのは、これが本当にパニクったらとりあえずウルトを使うっていうのが本当に重要になってくると思ってます、メールストームアリーナでは。パニクったらとりあえず R を押して、自分がその中に入って、まず敵がスタンしますよね。敵がスタンして、さらに自分が入ることによって、HP がマックスまで回復するので、パニクったらそれを押すっていうような形になってます。で、基本的には常に、ハリケーンとクリティカルサージはオンにしている状態で、シングルターゲットの場合は、敵が遠くにいたら、この電柱が敵だとすると、ポイズンインジェクションを打って、その後エンドレスヘイル、そこからすぐに切り替えて、あれですね、ブラッドクレイズ、それから、何でしたっけ、これラピッドストライクじゃなくて、もう一個の毛布の方、ブラッドサーストでガンガン敵を殴ると。で、敵を殴る間もずっとホットがかかっていくんで、それでやっていくって感じですね。で、すぐに切れたらまたこうやってかけ直して、打って、エンドレスヘイル切り替え、こうなります。で、エンドレスヘイルって結構この詠唱が長いんですね。なので基本的には順番としてはハリケーン、クリティカルサージ、それからポイズンインジェクションを打って、最後にエンドレスヘイルですぐに切り替える。切り替えるとすぐに動いて、次の技がすぐに出せるようになるので、この切り替えるタイミングっていうのが非常に実は重要になってきます。エンドレスヘイルで切り替え。で、エンドレスヘイルを打つのって、いちいち、こういう地面指定の範囲とかの技って、いちいちグラウンドを押さなきゃいけなかったりするんで、それを解消するために、ゲームプレイの中のクイックキャストっていうのはオンにしておいた方がいいかなと思います。って感じですね。あと、お気づきだと思いますが、アライアンスワーの、ビガーを使用してません。普通スタミナ型の HP の回復の主流っていうのはビガーだと思うんですけど、このビルドに関してはビガーを採用していないので、要は殴る敵がいれば HP ってガンガン回復できるんですよ。クリティカルサージオンの状態で、何でしたっけこれ、デュアルの技を、打ち込んでおけばどんどん HP は回復するんで、ブラッドクレイズとブラッドサーストですね。それで生きていけるんですけど、敵がいないような状態、もしくは敵が非常に遠くて、敵にたどり着くまでにHP が削られて死んでしまうような場合っていうのは、そういうこそこのダークディールを押しながら、HP とスタミナを回復する。もちろん MP 結構ガンガン回復して余ることが多いので、スタミナがなくなってきたらダークディールを使用するっていうような形になります。
ウルティメットはパニックの時に使うって形ですね。こういう風にして敵に追いかけられたり、もう大ダメージを受けるってことが分かっているときは、あらかじめこう、アブソープションフィールドを出したり、やばいってなると、とりあえずアブソープションフィールド。そうすると、見ていただいて分かるように、回復量が半端じゃないので、その中に入って、とりあえずしのぐっていう形ですね。さて、続いてはチャンピオンポイントになります。チャンピオンポイントは、まず、ザ・タワーのワーロードに100振っています。スタミナコストを削減するってことですね。これ非常に PVE では強力なので、これに100振っていますと。あとは残りはムーンカーフに振っていて、全部で167ですね。これもスタミナリカバリーが上昇するというもの。あと、メールストーンマリーナとか、PVP をやるときっていうのは、タンブリングに、ある程度振っといた方がいいとは思いますが、今回は、シンプルに、ウォアロードとムーンカーフに全部振っているっていうような状態ですと。続いては、ザ・レディのハーディとエレメンタルディフェンダーに60ずつ振っていますね。で、ハーディは、毒や病気、あとは物理ダメージの、減少と、受ける火ダメの減少ですね。で、エレメンタルディフェンダーは魔法系ですね。魔法系のダメージの減少ってことですと。で、なぜ120にしてるかっていうと、アンチェインドですね。このアンチェインドっていうパッシブを取るために120取っています。アンチェインドは、ブレイキングフリーを打った後、3秒間だけですが、スタミナコストを 80% も削減するという非常に強力なパッシブなので、これは取っといて損はないかなと思います。で、残りの47ですね。47はクイックリカバリーに取っています。今回のビルドがですね、かなり自己ヒールが多いビルドになっているので、できるだけクイックリカバリーに振ってヒール量を上昇させてサバイバビリティを向上させています。で、最後に、明治系のやつですね。明治系のやつはもうほぼほぼこいつですね。マイティに振ってます。ちょっとこの辺のバランスっていうのはちょっと考えなきゃいけないのかもしれないですけど、ピアシングとマイティが、物理、そして毒、で、ディジーズダメージも全部上昇させるので、これにたくさん振ればいいですと。あとは、プリサイズストライクということで、ヒーリングとウェポンクリティカルを上昇させるので、これ非常に重要ですね。今回はやっぱりクリティカルビルドということで、こいつにできるだけ振ってやるっていうのがいいのかなと思います。あとはドット。ドットも非常に多く使用するので、ザ・マタージも使っていくっていう、この4つですね。この4つのバランスっていうのはちょっと人によって異なってくるのかもしれませんが、今回はこの4つこういった配分で、93、2、49、23という配分で、メールストーマリーナはクリアしました。ということです。